こんにちは、アンナスです。今日は、面と線の刺繍をするときに、どういうふうに色を決めればいいのかっていう話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。では、刺繍糸を決める時の、コツというかポイントとか、どうやって色を決めればいいのかっていう話なんですけど、まずこれは美味しい刺繍のこの本の中の作品なんですけど、この刺繍を決めるときに、刺繍糸を決めるときに、刺繍糸の引き出しとかからいろいろ探してきて、で色のこういう感じで見るんですねお花みたいな感じでこうやって集めてみると、なんとなく色のトーンが合ってるというか、なんかこんな感じかなみたいな、こうやってバラバラして見ても可愛いんですけど、なんか私はこうやって握ってこういう感じで見てます。で、この図案だと割とグレーのお店の周りのチェーンステッチがすごく多いので、そういう時はちょっとイメージに近づけるためになんかグレーの分量をちょっと多めにして、でグリーンなんかほとんど使ってないんでちょっと下の方に下げて、だいたいこんな感じの色の感じかな、分量みたいな感じかなっていうのを見てから、実際に刺していきます。で刺してたらそれで途中でいろいろ変えたりもするんですけど、だいたい最初に糸を選んでこんな感じで見てます。可愛いですねこれをよくやってます。で、これで糸の上にこうやって並べたりとかして、布の上に糸を並べてこうやって合うかなって見たりとかもするんですけど、それで色を決めてます。それは普通ですね。でその後線の刺繍が結構ポイントで、またこの美味しい刺繍の本の中のこの作品なんですけど、紅茶専門店ですね。紅茶専門店の糸とか、こういう線の刺繍の場合に刺繍糸を決める場合、例えばなんかこの中で迷ってるんですみたいなのよくありますね。これを薄い水色でするか、薄い紫でするか、薄いピンクでするか、すごい迷ってますみたいな相談とかたまにされるんですけど、ほとんど変わらないんですね。こういう薄い色は、どうやって色を見ればいいかというと、刺繍糸をこうやって線の刺繍なので、こうやって線で出します。紫もこの1本だけ、実際に3本取りとかで刺すかもしれないんですけど、この6本の束を先に出しておくと、だいたい似たような感じにはなるんで、これで見ます。するとどうでしょう。ほぼ白に見えますね。ほぼ白ですねよく見るとちょっと紫入ってるなっていう感じはしなくもないんですけど、特にこのピンクと白で迷ってた場合、ほんとどっちでもいいんですよね。ほぼ変わらない。多分作品が仕上がった時になんかこうやって今比べてるから、ちょっと薄いピンクだなとか、ちょっと薄いなんかグレーのような水色のような感じだなっていうのはわかるんですけど、多分実際に例えばピンクの番号なんだっけ、23番だけで一つ作品作ろうとした場合、多分白に見えると思うんですよ。初めてこれすごいできたからちょっと見てって見てって言って人に見せた時になんか白でやってるように見えると思うんですね。なのでそういうものだと思ってやってください。だからちょっと変化をつけたい場合は、例えばワントーン濃くするとかにしないと全部白に見えちゃいますね。特に濃い色に薄い色で刺す場合はもうほぼなんか自分がなんで悩んでたんだろうって思うぐらい全部白に見えちゃうので、そこはちょっと気をつけなきゃいけないっていうのと、でも色の違いっていうのは多少は出てきますけど、ほぼ一緒もう他の人に見せた時に白なのって言われるのはしょうがないかなっていう感じのレベルになります。だから、線の刺繍をしたい時に気をつけないといけないのは、
トーンを一つ濃くするっていうことを意識して考えなきゃいけないです。例えばその先ほどのカフェベーカリーもそうなんですけど、ここの枠線のグレーとかが、結構今目立ってるんですけど、もうワントーン薄いグレーを使った場合ちょっとぼんやりしちゃうんですね。でも刺繍糸で見た場合色が結構濃く見えちゃうんですよ。これとかもそうなんですけど、こういう風に束で見た場合だとピンクと水色って割とに違いが出るんです。だからサテンステッチの時に薄いピンク使おう、薄い水色使おうっていうのはこの状態で見てこれで選んで間違いないんですけど、線の刺繍の場合はその考え方を一旦ちょっと置いといて、薄くなるっていうイメージをちゃんと頭の中に入れて色選ばなきゃいけないので、グレーだったらもしちょっと薄いグレーを選んでいる場合だったらワントーン濃くするとか、これももうちょっと濃いピンクとか濃い水色を選んでおけばここにピンクで刺したんだなっていうのがよくわかるので、色を意識させたい場合はそうやって、ワントーン濃くする線の刺繍の場合は、ちょっと濃くするっていうのを意識して選んだ方がいいです。で、あと色選ぶときはね、こうやって線で、さっき面の刺繍の時はこうやって選びましたけど、線でここのカフェベーカリーとか探す時とかも、だからグレーがちょっとこれだと薄いかなみたいな時はこうやって見てもらって、あ、大丈夫大丈夫みたいな、これで見てもらうとちょっとグレーが薄い場合だったりするとちょっとねやっぱりぼんやりするっていうのが最初の時点でわかるので、これで選んでくださいっていうのが最初にちょっと気をつけておくと、後からちょっと刺してなんか色が違うっていう風にならなくて、刺し直しとかしなくて済むので、なんかこの辺を頭にちょっと入れておくといろいろ便利だと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。